筧利夫北海道を巡る旅。小樽の駅前で面白そうな場所を見つけました。あ、三角市場、セントで勝負。あ、ここか。よし、勝負に行くか。よし。こちらは小樽三角市場。50年以上前から北海道中の海の幸が集まる小樽の台所です。どうですか？今イクラ旬ですよ。いくらですか？生のイクラから醤油漬けしてます。うちは冷凍かけてないので。じゃあちょっと食べていい？あ、はい。丼持ってくればったこれ。そうですね。飯で。イクラ食べる方。うん。でお店ごとで味付けしてるので、うちで味付けしてますから。うわー。あ、ちょっと違う。他で食べるイクラと。生のイクラから醤油漬けしてます。あとウニもね、北海道のウニ。それだけでも数百円になっちゃうんじゃない？試食していただかないとやっぱりね、味がわからないので。いや、ウニは竹波商店で買わなきゃ。そうです。え？美味しいので。小樽の人はサービスがいいな。あとカニも今ね、カニ？あるのです。ここにあるだけで数千万円になってるじゃないですかもう。そうですね。触ってみますか？うわー。15000円です。じゃあ、小樽は何が有名なんですか？シャコです。シャコ。シャコが有名。シャコ有名です。ああ。シャコって何なの？エビ？貝？冬に旬を迎える石狩湾の名物シャコ。こちらのつなぎし水産で食べさせていただきました。シャコです。あ、すみません。どうぞ、シャコ。美味しいですよ。まず先にそのまま食べてもいいわ。塩茹でしたらそのままいけちゃうんだね。海の塩がついてんだね。うん。確かに。醤油いらないね。いらないでしょ。うん。食べたことない。あ、これ、寿司ネタのシャコとはちょっと違うね、やっぱ。違うでしょ。いや、本当にうまい。この景色の中で食べるのって最高だよね。ね、ここだ全国から来るでしょ、人。そうですね。ね。市場ならではの旬の味に大満足。小樽の人々の気前の良さに感服しました。海の幸に続いて町の歴史に関わるある美しい特産品を見つけました。あれ、株式会社深川ガラス工芸。なんだろうこれは。こんにちは。あ、こんにちは。あ、どうも。はい。こちらはどういう場所なんですか？グラス小樽切子を作ってる深川ガラス工芸という工場になります。そもそも小樽はガラスは有名なんですか？もともと漁業の浮き玉とか、石油ランプとかそういうので、必需品として使われてて、それでガラスの町として根付いてきたと。明治の頃からガラスの町として有名な小樽は、町のあちこちにガラスにまつわる場所が。こういうのを見るとなんか焼酎のロックっていうか、沖縄の方の青森のロック飲むみたいな、なんとなくイメージがあるんですけど、はい。小樽で切子のグラスっていうのはもう昔から有名なんですか？小樽切子っていう歴史はなくて、今まで当社が約20年前に、やり出した切子になります。あ、そうなんですか。小樽切子は深川ガラス製作所で生まれた新しい工芸品だそうですが、ここでしか出せないという独特の色味は思わず見とれちゃうな。どんな風に作られているのか、工房を覗かせてもらいました。何度ぐらいなんですか？ガラスを溶かすときは1500度ぐらいまで温度を上げて溶かします。溶解炉でガラスを溶かし、息を吹き込んで成形。ゆっくり冷ましたら、今度は切子の職人さんの出番。でも同じの作ってないですもんね。そうですね。
今この機械についてるこの回転してる道具が削れるのはこのカットなんです。それぞれの研磨機でできるカットや模様が違うため、工程ごとに担当の職人さんが作業して仕上げるんだそうです。でこの中が琥珀色のガラスで、外が黒色のガラスっていうのは他の産地ではちょっとない色合いで、小樽切子だけのオリジナルの色なんです。ちょっと作るのも難しいんですね。もともとこれ真っ黒なので、削る場所が見えない。これはあれでしょう、相当お腹減るでしょう。集中力がいるんでね。あれ、お若いですね。今年24になります。1日に50個ぐらいやるんですか。やる時もあります。こうして作られる美しい小樽切子、なんとその職人の最初の一人が出口さんの奥様。もともと東京で100年近くこの会社をやってて、小樽に21年前に引っ越してきたんで、彼女が最初約20年前にこの会社に入って、その時は切子をまだやってなかったんですけど、社内で小樽切子を立ち上げようという動きになった時に、彼女が切子職人としてやりたいと来て、たくさんの人に認めてもらえる柄を思いつくのが難しくて、本当何年もかかったと思います。小樽切子っていう言葉を皆さんに知っていただきたいなって思います。ガラスの町で生まれた新しい職人技、時とともに伝統に変わっていくのが楽しみです。続いては市場で教えてもらった夜市の名物があるというお店へ。ここかな。スモーキング燻製屋。燻製って言ってたもんな。こんにちは。いらっしゃいませ。こちらは南畝留太郎商店の南畝さん。こちらはどういうお店なんですか。燻製をですね、専門に扱っている燻製専門店です。このお店は創業70年を超える燻製屋さん。南畝さんはその3代目です。店の名前にあります南畝留太郎という、僕の祖父が創業者で、戦時中にサハリンにいたんですよね。そこの先住民から燻製のやり方を教わって、北海道に帰ってきた時にここで始めたのがきっかけで。です。お、カニ燻製されちゃって。カニの燻製って他でやってます？多分うちだけじゃないかなと思いますけど。どうやって食べるんですか？これ普通の煮たカニを食べるように割って中の身を食べる感じですね。燻製やっこ。はい、豆腐です。豆腐用みたいな味なんですか？いや、味としてはチーズみたいな感じになりますね。これはお酒のおつまみに良さそうですね。はい、バッチリです。ニシンの燻製、市場でおすすめされたニシンの燻製を発見。そもそも燻製する意味っていうのはどういうことなんですか？燻製する意味っていうのは、昔からやっぱ保存性を高めるために、煙でいぶして長く持たせることはできますね。どんな風に燻製を作っているのか、特別に見せていただきました。こちらが燻製小屋ですね。今かかってるのが鮭のインディアンスモークがかかってます。これ今から下に火入れて、これから煙を炊く段階ですね。こちらでは代々寒い土地ならではの冷燻という技で燻製作りを行っており、20度前後の低い温度でいぶしと熟成を繰り返すそうです。海からの北風も燻製の旨味をより凝縮する大切な要素なんだとか。インディアンスモークの場合は燻製期間は1週間とか。毎日休まずやってるんですか？毎日やってますね。夕方に火入れて一晩燻製にして、日中は風を当てたりして香りをなじませるっていう作業をしてます。じゃあ休んでる
暇はないわけですね。そうですね。丹精込めて作られたニシンのレイ君、どんな味なのかいただきます。あ、スモーキーですね。そうですね。どう考えてもお酒のおつまみですね。そうですね。ご飯のあてで食べる人っているんですかね。お茶漬けみたいにして食べる方はいらっしゃいますね。それはありだね。はい。夜市で愛される伝統のレイ君、北国ならではの歴史と味に感動しました。さらに小樽にもニシン御殿と呼ばれるニシンにまつわる面白い場所があるんです。こんにちは。どうもこんにちは。こりゃすごいな。そしてもういきなりのいろり。すごいな。この部屋は何だろう、宴会やる部屋かな。銀里荘は温泉宿ですが、もともとはニシン漁で財を成した事業家猪俣康之丞が明治時代に建てた日清御殿、漁から帰る船を見守る見張り台など国の有形文化財に登録されているそうです。うわ、すっごい眺め。すっごいなこれ。石狩湾を望む絶景の露天風呂、これは最高ですね。この開放感がね、やっぱね、海見ながら昼風呂、お湯もちょっとぬるっとした感じでね、いいんですよ。温泉浸かるだけ使って、最後締めに夜市ウイスキー。明日はいよいよ夜市にあるウイスキー蒸留所へ。どんな場所なんだろう。僕の念願、ウイスキー作りの現場を見学。驚きの技が。筧敏夫、北海道を巡る旅。いよいよ夜市にある日課ウイスキー蒸留所へ向かいます。今回の目的地、さあ行きましょう。すいません、予約してきたんですけど、はい、見学をお待ちしておりました。よろしくお願いします。はい、どうぞお楽しみになってください。若い頃からお世話になっている夜市のウイスキー、一体どうやって作ってるんだろう。こちらは見学ツアーでガイドをされている笠木さん、いろいろ教えてください。すごい街並みになってますね。こそうなんです。ちょっと日本とは思えない景色がちょっと広がってるというふうにお客様からたくさんお声いただきますね。もう全部この辺は昔使ってたところなんですね。そうですね。製造工程の建物のほとんどがだいたい昭和9年から昭和20年の間に建てられておりまして、建物の10カ所はですね、国の重要文化財に認定されております。こちらの日課ウイスキー夜市蒸留所は1934年に日本のウイスキーの父と呼ばれる竹鶴正隆により創業。どうして夜市に蒸留所があるんですか？正隆はですね、ウイスキー発祥の地と呼ばれるスコットランドの方に留学に行きまして、ウイスキーの製法を学んできたんですけれども、この余市町の気候風土と、スコットランドの気候風土がすごく似ておりまして、ここを選んでウイスキー作りを始めております。なるほど。はい、ウイスキー作りは麦汁を作り酵母を加えて発酵、そこでできたもろみに熱を加えて蒸留しアルコールを取り出します。すごいですね。かなり熱さも感じられるかと思います。石炭がいいんでしょ？そうなんです。この石炭を使うことによってかなり火力が強くなりますので、この下のかまどの炎の温度自体が約800度から1200度ぐらいまで上がります。直接炎が当たるこの釜の底の部分に少しお焦げが生じるんですが、それが夜市特有の重厚感あふれる味わいを生み出しております。なるほど。はい、しめ縄がずっとやってあるのがね、はい、あれが僕気になってるんですよ。そうですね。あれはね、多分ね、俺はね、余計な苦味を抜いてるんじゃないかなと思うんですよ。創業者である竹鶴正隆の生家
がですね、広島県の竹原市で造り酒屋を営んでおりましたので、良いウイスキーができますようにと、願いを込めてですね、しめ縄を祀っております。その後は樽に詰められて倉庫へ長い時間をかけて熟成されるそうなのですが、その樽に秘密があるそうで、修繕作業を見せてもらいました。これ何年使った樽ですか？これはもう30年近く使われているので、もう2回目。2回目。はい。最高大体50、60年。50年。で何も手をつけなければ100年持つと言われております。本当？はい。熟成に使った樽は緩みを確認して再び締め直します。結構な力作業。続いて樽の内側を焼くそうで、そんな作業があるんだな。これはものすごい火力。ちょっと若干香り焦げっぽいのとちょっと甘さ。そうですね。ウイスキーにちょっと独特な変化をつけるために濃く焼くとなんですか、蜂蜜みたいな結構いい香りなんですけど、また焦げて焼けて木がパリパリって割れるんですけども、その中から木の成分が出て熟成にいい影響を及ぼしています。樽の中にもウイスキーの風味の決め手が。いや、知らなかった。こうして作られたウイスキーからさまざまな銘柄が生まれるのですが、この蒸留所では希少なウイスキーを飲ませてもらえるんです。これが楽しみ。シングルカスク10年という商品になります。シングルカスクというのが一つの樽から直接出した加水やブレンドを行っていないものになりますので、アルコール度数が大体その時によるんですが 60% 前後ある商品になります。はい。在庫も残り少ないでしょ？そうですね。シングルカスクは本当にもう貴重なウイスキーの一つになりますので。じゃあいただきます。はい、どうぞ。うまいっすね。昔よく余市飲んでたんで、余市の味ですよ。90年続くこの蒸留所で今年生まれた新たなウイスキーがあるそうで、これは飲まないわけにはいかないですよね。フロンティアのフロートハイボールです。おお、上だけウイスキー色になってますが、炭酸水の上にこの日課フロンティアをフロート上からそーっと優しく乗せている状態です。混ぜないんですね。そうですね。まず一口目はそのまま飲むとストレートの濃厚な味わい、徐々にロック、そしてハイボールという風に一杯で3通り楽しめる飲み方です。あ、もうロックっぽい感じですね。はい。これがだんだんと混ざってくるわけですか。あ、ちょっと濃いハイボールになってきました。あ、そうですか。フロートハイボールは混ぜないことでスモーキーな香りとコクを感じながらハイボールへと変わっていく。これはうまい。このフロンティアっていうのはどういうウイスキーなんですか？こちらは贅沢にモルトが 51% 配合されているいわゆるモルトベースのウイスキーになります。なので結構飲み応えがしっかりしている骨太なウイスキーですね。そうじゃなければこういう形で飲み方ができないですもんね。そうですね。こんな形のハイボールは飲んだの初めてですよ。はい。ただ闇雲にガブガブハイボールを煽るっていう感じではなく、上品に酔っていくっていうこの飲み方やってみたいですね。歴史ある余市のウイスキーにもまだまだ新しい飲み方があるんだな。やっぱり旅っていうのは人との出会いですからね。もういろんなところでいろんな人と触れ合って、で最後にこの余市の蒸留所に来て皆さんのスタッフの底力にも触れてですね、なんだろうな、並々ならぬやっぱ、好きでやってるんでしょうね、みんなね。仕事でやってるっていうよりは好きでやってるんだろうな。それがまず先でしょうね。全部作ってるのは人であるっていうことが非常によく分かった。本当にいい旅でしたね。歴史を作る人、歴史を守る人、北国で頑張る人々の熱い思いに胸が焦がされる旅でした。